こんにちは、人形作家の奥田です。今回はいただいたコメントの中から質問をピックアップしてお答えしていきます。いつもご視聴、コメントありがとうございます。ただ回答するだけですと画面が退屈なので、人形の顔を造形していく様子とともにご覧ください。では一つ目のご質問です。以前から制作動画を何度も拝見させていただいております。作品も技術もすごく魅力的です。そこで一つ質問させてください。例えば動画で使用している粘土ラドールと100円ショップの石粉粘土ではかなり質感等に違いがあるものでしょうか。こちらの質問はいいねの数も多かったので気になっている方もいらっしゃると思います。今回しっかり回答するべくダイソーで石粉粘土を買ってその感触を確かめてみました。率直な感想としてはダイソーの石粉粘土は繊維が感じられる質感で少しキメが粗く、硬化後に彫刻刀を使っても切り口が粗い印象を受けました。ただし造形は可能であり、硬化後に柔らかい粘土を組み合わせることもできるため練習用としてはぴったりだなと感じました。手に入れやすさも魅力であり、粘土造形に興味を持つ方々には良い入門の選択肢になると思います。ダイソー粘土だけで何か造形してみるのも楽しそうなので、作業の合間に何か作ってみたいと思います。こんな感じで質問にお答えしていきますが、造形の様子が気になる方もいると思いますので、簡単に説明すると、今回は試してみたい作り方があったので顔の半面だけ作っています。その作り方とは、先に頭の骨格を作ってその上から造形する方法です。動画の終盤にはこの作り方に対する感想をシェアしますので、どうぞ最後までご覧ください。もしどこかですでに同じ質問があったらすいません。ドール作りは独学でここまで仕上がったのでしょうか。それとも学校で学んでいましたか？はい、ドール制作は独学で磨いてきたスキルです。大学ではジュエリーデザインのクラスを受けましたが、他の生徒が金属や宝石を扱う中、僕だけ一人人形作りに夢中でした。初めて人形を手掛けた時、未知の領域でうまくは作れませんでしたが、書籍やインターネットの情報を頼りになんとか完成させたのをよく覚えています。大学卒業後は人形教室へ行きたいという憧れもありましたが、自分自身のアートを形にするため独自のアプローチを模索し続けました。遠回りしたようにも感じますが、その過程で得たものは大きいと信じています。初見です。こちらの動画を見て塑像作りにチャレンジしようと最近ほぼ道具と材料を揃えたのですが、こちらの動画の粘土の厚さだと乾燥にはどれほど時間を要しますか？直射日光も避けた方が良いのでしょうか？このコメントをいただいたのはシリーズで顔を作る動画の1本目です。この時は1メートルぐらいの大きさの人形の頭を作っていて、粘土も5ミリから8ミリぐらいでした。最初に粘土を巻くときは乾燥には 2,3 日かかりますが、表面だけでも硬くなると作業できるので、ヒーターの前などに置いておけば数時間で表面のみを素早く乾燥させることができます。早く乾燥させるとひび割れが起きますが、造形のベースを作る際に補修していきます。顔の造形ができてからはヒーターなどは使わず、なるべくゆっくり乾燥させると良いです。直射日光は乾燥に効果的かもしれませんが、素材や塗装の劣化につながるので、特に人形が完成してからは避けた方が良いと思います。石粉粘土で人間の顔を作りたいと思っているのですが、主さんのような目を私は知識も道具もないので作れないです。何かグラスアイに近い代用できるものはあるでしょうか？はい、グラスアイ以外で自作するならまずはレジンが良いと思います。
自分で作ることにこだわらないなら、ドールアイは市販もされているので Amazon などでも購入できますよ。グラスアイの作家さんもいるので、作家さんから購入すれば一点物のアイを自分の作品に使用することができますね。動画の説明欄に市販のドールアイの情報を記載しておきますので、ぜひ参考にしてみてください。美術部の作品でこのような人形を作ろうと考えています。表情は少し悲しげにして、年齢的には幼さがあるような子を作ろうと考えているのですが、表情を作るコツなどはありますか？教えてほしいです。はい。表情の奥深さを追求するなら、目と口角の微妙な変化が重要です。悲しさを表現するには、目尻と口角を下げることで感情が伝わりますが、角度や陰影の組み合わせで表現のバリエーションが広がります。幼い顔を作りたいなら、パーツの位置とバランスを意識しましょう。簡単に特徴を言うなら、丸みのあるパーツ、大きな目、小さな顎といった特徴が幼さを引き立てます。さらに一発で完成を求めず、試行錯誤を重ねることをお勧めします。失敗や修正を積み重ねることで徐々に理想の形に近づいていくので、表現を追求することを楽しんでください。石粉粘土初心者です。質問なのですが、お人形ではなくリアルな人のお顔は作ったりされますか？人形のお顔と作り方の違いやポイントなどあれば知りたいです。肖像彫刻のような人物のデッサンをそのまま立体にするような作品はまだ作ったことがないですが、技術向上のために日々勉強しています。そこでリアルさを出す場合のポイントは、各パーツの比率と全体の情報量です。例えば少女だと人形らしい顔は目が大きく、小さめの鼻や口に肌にシワなどの陰影がないといった特徴があります。リアル寄りだと目は小さく細く、顔の筋肉の表情が感じ取れるような造形になります。さらに骨格の陰影や肌のシワなど再現していくと、造形の情報量が多くなります。人形は情報量を少なくして、つまりデフォルメして作られています。わかりやすく言うと、写実的なデッサンとキャラクター化したイラストのような違いが造形にもあります。造形する前にどの程度のデフォルメ具合にするかをイメージして画像を用意したり、スケッチしてみたりすると、作りたい理想の造形に早く近づくことができると思います。高校生になり、小学生の頃からずっと好きだった球体関節人形に手を出してみたいと思っています。初心者はやはり最初は苦戦しますよね。小学生の頃から球体関節人形が好きなのはすごいですね。僕も最初の一歩は大変でした。理想の顔を形にする難しさに向き合い、時にはくじけそうにもなりました。しかし簡単ではないからこそ、それが人形作りに没頭する原動力になったのだと思います。質問者さんもぜひその魅力に触れてほしいです。最初は誰もが難しいと感じるものなので大丈夫です。もし人形作りで疑問や悩みがありましたら、また気軽にコメントしてくださいね。応援しています。ドールを造形するときは顔、手足同時進行ですか？それとも完成してから次の部位に入りますか？一体のドールを作るときは顔、体、手足など各パーツを同時に作り進めます。粘土は乾燥する時間が必要なので、顔を造形して乾燥を待っている間に他のパーツを作ります。なので全身の人形を作り始めると、造形と乾燥をローテーションしていくので、常に何か作業がある状態になります。このチャンネルで人形一体を完成させるまでを動画にしたいと思っていますので、もうしばらくお待ちください。お人形かわいい。作ってみたいけど、いきなり人型は難しいでしょうか？何か別のものから始めた方がよろしいですか？はい、こ
ちらは人形の制作に興味があるのでしたら、まずは人型から作り始めてみるのがおすすめします。初めての一歩は難しいかもしれませんが、その挑戦こそが成長の基盤となります。そしてその難しさを感じた上で、動物など別のモチーフで練習するのも一つの方法です。そのために基本の造形方法を解説しながら、ウサギのトルソーを作っていく動画を公開しています。ぜひご覧いただいて、これが一歩を踏み出すきっかけになると嬉しいです。どうやったら人形の体を作ることができるんですか？教えてください。人形の体も頭と同じように、基本的にはスチロールの芯に粘土を巻いて、その上から造形していきます。ですが、普段から見慣れている人の体を造形することは、顔同様に簡単ではありませんし、時間もかかります。今回チャンネルにいただいたコメントを見返し、人形作りに挑戦したいという熱意が多いことに気づきました。この声に応え、現在全身の人形作りの動画制作を進めています。もしこの全身を作る動画を待ち望む方がいらっしゃいましたら、高評価ボタンをクリックしていただけると励みになります。多くの反応があれば早くお届けできるかもしれません。初めて人形作りに挑戦される方でも分かりやすいように解説付きの動画を作りますので、今のうちからチャンネル登録をしてお待ちいただけたら幸いです。はい、ということで顔の半分ができました。今回は骨格を先に作ってその上から造形する方法を試してみましたが、特に目の周りの立体感を出しやすいと感じました。そして初めて人形を作った時に顔全体が平たくなってしまって、立体感を出すことに苦戦したっていうことを思い出しました。今回の方法では眼下と呼ばれる眼球が入るくぼみや頬骨の出っ張りを先に作るので、その上に造形をしていくと自然とそのまま目の周りの奥行きや頬のラインを出すことができました。この方法なら初めて造形する方でも比較的簡単に立体的な顔を作ることができそうなので、もう少し要点をまとめてまた動画にしたいと思います。さて、ここまでご視聴いただきありがとうございました。これからもいただいたコメントはすべてお返ししていきますので、気になることがありましたらぜひお気軽にコメントしてください。この動画が何かのお役に立てましたらとても嬉しく思います。では次回の動画でお会いしましょう。